スーパーで気になる商品を見つけた。つるっと丸いシルエットがかわいい白玉みたいなこんにゃく。今夜はこのこんにゃくを使って煮物がメインの和食を作る。いつも行くスーパーとは違うお店に寄ったら、気になるこんにゃくの他にも新鮮で美味しそうなカブを見つけた。青々とした葉っぱがとってもみずみずしくて、地元産の野菜コーナーでひときわ輝いて並んでいた。きっと採れたての新鮮野菜なので、きれいに洗ったら漬物にしていただこう。塩を振ってなじませたら、水分が出るまでしばらく置いておきます。次は煮物と豚汁に使う野菜をカットしていく。大根と人参の皮を剥いたら、それぞれの料理に合わせて野菜を切っていきます。豚汁には少しだけ余っていた小松菜も入れます。気になるこんにゃく。いつも食べている板こんにゃくよりも柔らかくてトゥルンとしてる。この白玉みたいな可愛いこんにゃくは群馬県で作られているようで、私が住んでいる地域ではあまり見かけないけど、群馬県では身近な存在なのかな。時々馴染みのない商品を見つけて試してみると、いつもの料理も新しいものに感じられて、日常がより面白くなる。昆布を入れて、酒、みりん、醤油、砂糖を入れて煮込みます。味が染み込みやすいこんにゃくらしいから、出来上がりが楽しみだ。
アルミホイルをくしゃっとして落とし蓋をする。しめじを入れ忘れた。隣で豚汁を準備する。今夜は使う野菜がかぶってしまって、料理は違えど、食材が似たり寄ったりになってしまった。野菜とお肉を炒めすぎて焦げかけたから、もう出汁を入れたような色になっているけど、いつもの出汁パックも入れます。ギリギリ焦げる前の野菜の香ばしさはむしろあった方が美味しいはず。どうか美味しくなーれと願いを込めて、豆腐と小松菜も入れたら煮込んでいきます。塩もみしておいたかぶを塩昆布で和える。新鮮な食材は素材の旨味を生かしたシンプルな味付けだけでより美味しさが引き立つ。箸休めにちょうどいい優しい塩加減に仕上がった。豚汁の仕上げにお味噌を入れる。いつも使っている麹味噌のこし味噌版を買ってみたけど、同じシリーズの味噌のはずなのに、ちょっと物足りない感じがするのはなんでだろう。子供の頃は味噌かすが嫌で残してた時期もあったのに、今ではすっかり粒味噌派だ。真っ白の白玉みたいだったこんにゃくがすっかり美味しい色に染まっている。盛り付けしたら温かいうちにいただきましょう。ご視聴ありがとうございました。またね。